これは本当20年ぐらいずっとやりたかったんですけど、20年間毎日思ったわけじゃないんですけど、6月が来ると雨が降るとやりたくなって、過ぎると今年もできなかったとずっと思ってた映画なんですけど、そういう意味じゃ今まである種哲夫から面々とやってきたある種のその都市っていうものと人間っていうもののテーマをずっとテーマにしてきましたけど、その究極みたいなテーマの映画なので、やっとそのテーマの極限みたいなものに触れ合えて完成することができたっていう喜びはありますね。もともとエロティシズムの映画を作ろうっていう発想なんで、なんか特に奇をてらったことをやろうとは思わなかったんですけども、その映画の内容に一番即したことをこう見た目にもするにはどうしたらいいんだろうっていうのはまず考えてたんですけど。一番目に来るのはモノクロにしたいっていうのがあったんですね。裸ん坊の出る映画を作る時はモノクロでぜひともやりたいと思ってたんですね。そのモノクロの写真が持つその官能性っていうかエロティシズムもありますし、あとそういう肉体っていう肉の存在感みたいなのも白黒で陰影でコントラストではっきり出したかったっていうのがあって、でまずモノクロを選んだんですけど。モノクロの 16mm で撮って、結果は 35mm にブローアップするんですけど、そのモノクロのままこうブローアップしていくと、バレットバレエの時はそうだったんですけど、割とこう鈍い絵にどうしても転んじゃうんですね。それは技術的な問題なみたいなんですけど、それがカラーのプリントしていくことで、ある程度その鈍さはカットされてシャープなまんまいくっていうような技術的な問題もあって、そのことを逆手に取りながらっていうか、どうせカラーにプリントするんだったら水のイメージで青にした方がいいんじゃないかというような流れで青のモノトーンになったんだと思います。はい、ほんのりっていうことモノクロにほんのりブルー調っていうことをおっしゃってたんで、そういう方向の色味ではあるけれど、それが淡い感じで出てればいいなっていうところで経験則で、タイミングを取ったら、半分その、運よくというか、半分はある程度確信があったというか、そういうことで最初のラッシュでこういう調子でお願いしますということで OK もらったんですよね。白黒なんで滲んだような青だったんですけど、それでちょうど僕のイメージとしてはその都市のコンクリートに雨のこの6月の雨が染みて滲んだようなイメージに見えたもんですから、これはちょうどいいということでそうしたんですけど。画面が昔の映画のようなスタンダードサイズなんですけど、実際にはならなかったんですけど、一回は全く真四角の正方形にしたいなっていうんで、スタッフにもいろいろ試してもらってたんですけど。僕もそういうスクエアのサイズの映画とかそんなのって見たことないんで、どうすっかなっていうふうに思って、とりあえず今まで使ってたキヤノンのスクーピックっていうカメラがあるんですけど、それをとりあえず分解して、そのスタンダードのサイズのゲートがあるんですけど、こういう銀色の、それにこう鉄の板をこういうふうに貼っつけて、ハンダで留めてこう磨いて、それでキヤノンのサポートセンター持ってってピント調整とかやってもらったんですけど、やっぱどうしてもピントだけがどうしても来なくて、何回か挑戦してバックとか調整してもらったんですけど、結局ピントがどうしてもやっぱカメラと一回分解しちゃうともうダメみたいで、もうバックだけで合わなくてピントだけは合わなかったんで、どうもできませんでしたっつったのがクランクインのもうどんぐらいだろうな、1週間切ってるぐらいの時で、さあ監督がもうじゃあスタンダードでいいかっていうようないいかなっていう話をしてて、それで諦めてスタンダードになったっていう感じなんですけど。少しなんですかね、
四角いでしょすごいでしょと押し付けがましいような感じにもなっちゃったもんですから、でコンテ割っててもなんかこうとてもこうなんていうんですかね、恣意的というかなんかこう押し付けがましいというか、ちょっとこう変わりすぎたようなコンテ割りしか思いつかなかったもんですから、まあじゃあそこは一つということでスタンダードに戻したというような感じなんですけど。まあとにかく6月の蛇というだけあってその梅雨の映画なんで、まあとにかく自分らのやることは中途半端なことじゃない方がよかろうと、そこしか僕の特殊性もないしっていうことで、雨が降ったり止んだりしてるんじゃなくて、鉄道だったらもうとにかく鉄になって全編鉄になりまくるっていうように、6月だったら雨は全編降りまくるというふうにシンプルに決めたんですけど。最初私制作部に所属してロケ地を探したり、ロケ地の候補地の、持ち主の人に交渉したりしてたんですが、クランクイン2週間ぐらい前にアメフラシの段取りの責任者になってくれと突然言われまして、最初全く何をやっていいか分からなかったんで、とりあえず雨が降ってる映画のビデオを借りてきて見たんですが、やっぱり全然分からなくて、あと今度はいろいろな本を調べ始めたんですね、映画関係の。それでその中で何冊かその写真入りで、の本がありまして、それを見よう見まねで、道具を作ったりし始めて、準備しました。クライマックスの、凛子が、ずっと凛子のさまよいっていう感じなんですけども、果てしなく規模がでかくて、でもうカット数も多かったんで、1日ではめなきゃいけないっていう内容だったんで、これを一個一個作ってやるのもいろいろ、もう雨っていうのは基本的に逆からライトを打たないと映らないんですよ。でその逆を打つことももうこのフレームの広さじゃ打てないし、打ったとしても監督はもう本当にハリウッド映画でもないだろうっていうぐらい端から端まで全部雨が映さなきゃ嫌だっていう監督なんでだからそうしたらどうしようって考えて、それでロケ地をちょっと工事現場っぽいところに選んで、それで工事現場だから、例えばその工事現場のなんか明かりみたいなものがもうあってもいいんじゃないかっていうことで、なんかそういうのを利用してなんか作っていって、じゃあ車もできたらこういう感じで止めてもらってとか、そういうなんかいろいろせこい感じでなんか頑張ってやってたのがすごい大変でしたね。最後にこう裸んぼさんになってわーっとしたシーンがあるんですけども、全くもし雨が降ってなくて、さあここへ来て全部脱いで絶叫してくださいって言ってもやるんでしょうけど、相当な労力がいると思うんですけど、ほぼあそこは実を言うと僕は言葉の演出なくて、朝からとにかく雨の準備をスタッフがやたらやってて、雨を見せるためには逆光って言ってライトがなきゃいけないんですけど、ライトを高くつってもう雨バンバン降って準備してて、どうぞと言えばおのずと役者さんのエモーションが高まるっていう感じなんですけどね。ボランティアで初めて来た人たちにやってと強引に投げかけてしまったんで、美術監督っていう立場で自分が関わって、で具体的なことを言ってみんなに作ってもらったり集めてもらったりする。ただ実を言うと6月の蛇ぐらいまで来るとみんな最初の頃はボランティアでやってたスタッフもみんなこう成長して、今やもうプロでもバリバリやるようになってるんですけど、そのバリバリやってる人が他のことにみんな使い回されちゃって、美術誰もいなくなっちゃったんですね。塚本組でやっぱり美術はすごく比重が重くてですね、これはかなり監督的にもイメージが割とこうびっちりあるもんだったりしているので。
結局前に思いついてたのかやりながら思いついたのか忘れたんですけど、なんか丸の先のこう円の中にいろんなものを見るっていうのが今度の映画の割とこう映像の方のデザインなんですけど、割とコンクリートの世界、全編コンクリートの世界に囲まれてるんですけど、円の中だけは自然のものが見えるっていう記号なんですけど、まあ大体コンクリートって四角いイメージですけど、その中で丸って地球とかも丸いし月も丸いんですけど、その丸の中には自然のものが見えるんですけど、大谷さんの丸の向こうにはその水と男女のセックスと死が見えるんですけども、そういう自然のものが見えるふうにしたかったんですね。黒澤明日香さんのやってた凛子さんがお風呂の中に入ってて、コンクリートに囲まれたお風呂でポッと上見ると天井に丸い穴が開いてるんですけど、その向こうに雨が降ってて、なんか紫陽花の気配を感じたりとか、割とそういうふうに丸っていうのを使いたかったんですけどね。これ非常に分かりづらいんですけど、道を走ってるコルセットでこう鉄のチンチンがこう出てくるんですけど、あれが本当に普通のお客さん見ると意味不明らしくて、アンダーグラウンドクラブは意味不明ながらも感覚的に了解はできたんだけど、チンチンだけは分からないっていう人が多くてですね、そうですねと僕も実は思ってると言うんですけど、こう鉄のチンチンのこう動きとかに関してもあれ一回完全にダメ出しがあってですね、かなりリテイクしましたね。それを、1週間ぐらい空けてリテイクだったんですけど、その間にこう新しい技を開発しながら撮り方を変えていったりとかしてました。はい、相当困ったとは思うんですけど、実を言うともうものすごく頑張ってくれて、かなり思ったのに近いのになったんですけど、確かあれはだから少しやったことあるのかと思ったんですね。頑張って返してくるんで、聞いてみたらやったことないっていうんですごいなと思いました。やればできんだなというふうに。雨がモノラルでこう降ってるんじゃなくて全編周りに包まれたいようにしたかったもんですから、とても小さな規模の映画ではあったんですけど、音だけはこうサラウンドで音が完全に周りに回るようにしてもらって、で常に雨がとにかく周りに雨に取り囲まれているようなイメージにしてもらうようにしたんですけどね。はい、ずっと雨降ってるわけで、その音の種類がたくさん用意しないとまずいですよね。それを探す、音をつけ始める前にそれを準備するのが結構大変でしたね。あとは室内の雨って結構難しいんですよ。お風呂のシーンが何度か前半の方にあるんですけど、その辺はそのお風呂の響きなんかが感じられるように意識して作りましたね。もともと室内の雨っていう形で収録されてる音っていうのはほとんどないので、まあキャラクターをイコライザーで作ったりとか、あとはその室内の響きをつけてやったりとか、そういう形で対処していったんですけど。まあ映画が芸術だとすれば監督は芸術家だなと思いましたね。はい。だから多分自分で音の筆も握れれば自分でやる人だなとは思ったんですけど、ただ監督の要求はすごく高度なので疲れちゃいますよね。
その作品ごとにはっきりしたテーマをこう決めて提出するんですけど、6月の蛇に関しては特にそういうものを提示せずに、なんとなくいつものような縦塗りじゃなくてドロドロとしたような血を這うようななんかこう雰囲気でいきたいんですぐらいのことでお願いしちゃったんですけどね。すぐにはやっぱり浮かばなかったですよね。まあそんなガンガンガンとか言うのはねえだろうなとかそんぐらいはあったんだけど、やっぱそうですね、動きっていうのがね、その物語のね、主人公たちのいわゆる体の動きっていうのがさほど多いものではなかったので、そうすると結局意味から引っ張ってくるとか、ね、そういうところから引っ張ってくるっていうと結局作品の世界に没頭しないと結構生まれてこないっていう世界の映画かなとは思ったんですよね。だから一個一個の映画がすごい初めてラッシュを見せてもらった時は強くて、その部分でものすごいインスピレーションみたいな感じたんですけれど、そこででも、こういう音っていうかね、こういう音楽がいいんじゃないかってとこまではやっぱり踏み込めなかったのが最初ですよね。本当にこれでいいのかみたいなね部分でのすごい迷いみたいな部分も抱えつつっていうところがあって、だから何て言うんでしょうね、いい曲が単純に楽曲としていいものができるできないっていうよりは、この映画の世界をなんかこの音楽で表現しきれてるんだろうかとか、監督の欲しいものはこうなんだろうかっていうところですごい、だからそれはそういう期間が長かったですね。だからそれをある程度超えて何かこう自分もやっとこの世界に入ってきてるなっていう感じた時には、まあなんとか、全体のこの音楽としての流れみたいのが、やっとつかめたかなっていう感じでしたね。でも結構ギリギリだったからなんか、結局大変だったんですけどね。石川さんは本当にこう対応力とかもあるんで、何か言うと必ずそのまま何か返してくるんじゃなくて、大体倍ぐらいにして返してきますから、そういう意味じゃ本当に自分の映画にとってふさわしいプロっていう感じがします。やっぱね、結構シビアな話とかね、やっぱり音楽とかのね、結構突き詰めたところの話になってくると、かなり本当に言ってることも結構お互いになんか結構死に別になったりとかもするんだけど、それでもやっぱこれは自分が思ってることなんですけど、表現するものとしては彼と非常につながってる部分っていうのを強く感じる、だからそういう人とはやっぱりつながっていたりで、自分以外にそういうものを持ってる人がいるっていうのがすごい魅力に感じますね。妄想癖だったんですけど、子供の時からその子供の時はその妄想してるだけなんで、親にしても先生にしても心配してるようなものだったんですけど、むしろ映画とか作るようになって、その妄想が形になって自分としてはそれで人が少し喜んでくれたりとかすることもあることで、非常な解放感と達成感があったもんですから、これはやめられないって感じなんですけどね。結構今までだから割とこう何でも自分でやってるみたいな風によくこう言われてるんですけど、今はなんかあんまりそういう感じもしないですね。もちろんその全部に関してかなり強くこだわりは持っているんですけど、割と今はそのスタッフが宝だというふうに、自分のお宝ですというふうにはっきり言えるような状況になっています。